こんにちは、緑整体院の田中裕二です。今回は動きを見直すという考え方についてお話しします。日々筋トレや運動を続けていると、同じ動きだけを繰り返している状態にふと気づくことがあります。最初のうちは刺激を感じていたはずなのに、続けていくうちにその動きが作業のようになっていきます。力は入っているのに、体の中の感覚が薄くなります。そうした状態を経験する中で、単に負荷を増やすだけではなく、動きそのものを見直す必要があるのではないかと考えるようになりました。そこで試したのが、あえて慣れていない動きを取り入れてみることでした。その流れの中で出会ったのがモビリティトレーニングです。整体とも相性が良いと感じ、現在はこの考え方を日々のトレーニングだけでなく、施術の中で体を観察する視点としても取り入れています。モビリティという言葉は柔軟性や可動域と混同されがちですが、ここで扱う意味合いは少し異なります。柔軟性はどこまで動くか、モビリティはどう動くか。関節がどれだけ大きく動くかよりも、その動きを自分で把握し制御できているか、そこに焦点を当てた考え方です。無理に伸ばすことや回数を多くこなすことが目的ではありません。動かしている最中にここはスムーズに動きます。ここから先は急に重くなります。そうした変化に気づくこと自体が大切な要素になります。結果として可動域が変わることもありますが、それはあくまで副次的なものとして捉えます。ここからは画像を出しながら動きの途中を確認していきます。細かい形を再現することや正しく動かそうとする必要はありません。画像は動きの途中を切り取ったものです。その場面で体の中で何が起きていそうかを観察する材料として見てください。今回は比較的シンプルで観察しやすい動きを2つ紹介します。どちらも難しいフォームを作ることや大きく動かすことを目的にはしていません。動かしている途中でここで動きが変わる、この方向は使いにくいと感じます。そうした感覚に気づきやすいものを選んでいます。まずはスキャプラサークルです。ここでは健康体がどの方向に動きやすく、どこで動きが変わりやすいかを観察します。円を大きく描くことや限界まで動かすことは目的にしません。肩をゆっくり動かす中で、途中で重さが変わる位置や動きが一瞬止まりやすい位置に目を向けます。1、腕を体の前に出し手を揃えます。肩が前に出る途中の感覚を確認します。2、腕を頭の上に上げます。上げきらず肩周りの動きの変化を確認します。3、肘を曲げ腕を左右に開きます。左右の肩甲骨同士を近づけるように動かし、背中側で起きる変化を確認します。4、腕を体の前に下ろします。手は体につくかつかないかの高さまでにします。戻る途中の重さや引っかかりを確認します。次にヒップカーです。ここでは股関節がどの方向で動きやすく、どの位置で力が入りやすいかを観察します。可動域を広げることや大きく円を描くことは目的にしません。片足をゆっくり動かしながら、途中で重さが変わる位置や無意識に力が入りやすくなる場面に注意を向けます。特に骨盤が一緒に動き始めるタイミングや足だけで動かそうとして負担が集まる位置は、日常動作の癖が現れやすいポイントです。形を作ろうとせず、どこまでではなくどこで動きが変わるか、その感覚を確認するための動きとして捉えてください。1、四つ這いの姿勢から始めます。体の重さがどこに乗っているかを確認します。2、膝を胸の方へ引き寄せます。動きの途中で股関節周りの感覚の変化に気づきます。3、膝を横に犬がおしっこをするようなポーズをします。
足を横に出した時の引っかかりや使いにくさを感じ取ります。4、膝を曲げたまま後ろへ回していきます。円の終わりで動きがどう変わるかを観察します。今回紹介したモビリティトレーニングは、体を変えるための特別な方法というより、動きを観察するための視点として捉えています。可動域を広げることや、うまくできるかどうかを評価することが目的ではありません。動かしている途中で、どこが使いやすいかを確認します。どこで動きが変わるかを感じ取ります。その違いに気づくこと自体が、モビリティトレーニングの大切な要素になります。毎回きちんと行う必要はありません。忘れてしまっても問題ありません。思い出した時に少しだけ自分の動きを確認してみる。それが体の使い方を見直すきっかけになります。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価をしていただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。